どうも、ダイキングです。本日も動画見ていただきありがとうございます。今回は M3 MacBook Air じゃなくて M3 iPad Pro ですね。こちらもうすぐなんじゃないか。いろいろ新機能とかどうなるのかっていうところをね、見ていきたいと思います。発売時期とか価格、値段とかもね、すごいことになりそうなので予想してみましたんで、そろそろね、Apple の春がやってきそうでございますので、出そうな製品に関しては前回の動画でお話ししてますので、こちら見ていただければと思います。2023年にね、iPad まさかの不作でしたので、出なかったので、そろそろなんじゃないかっていう思いますので、いきましょうか。M3 の iPad Pro ですね、デザインとか見た目に関してなんですけども、やはり大体約5、6年ぶりに刷新されるんじゃないかと言われております。最大のね、変更点としては、やっぱりこの有機 EL ディスプレイの搭載ですね。そちらに移行っていうことになるかなと思います。今の11インチに関しては特に液晶ディスプレイですね。今までそうなんですけど、12.9 インチに関してはミニ LED っていうね、ちっちゃい LED がもうめちゃくちゃ入ってるみたいな。1万個ぐらいだったかななってるんですけど、結局有機 EL に戻るというかね、なるんかいっていうね、統一される見込みでございます。Apple Watch とか iPhone もそうなんですけど、有機 EL になってきてるので、MacBook とかもそうなるんじゃないかとか言われてるんですけども、有機 EL になると、黒のリアルな表現とかだったりですね、消費電力もミニ LED に比べるとね、減ったりとか、はい、あと薄くしやすいんじゃないかっていうところもあります、やっぱり。有機 EL テレビね、やっぱ薄いんで、サイズに関してもですね、今11インチと 12.9 インチっていうサイズ感なんですけども、11.1と13インチっていう、微妙に大きくなるんじゃないかとは言われてるんですが、寸法とかもね、結構今出てきてます。おそらく、変わんない。見てる分にはそんな変わんないと思いますけどね。コメントにあったですね、このダイナミックアイランド搭載されるんですかっていうところなんですけど、今 iPhone にですね、上のなんか黒い点みたいなのがあって、それが動くんですよね。AirPods 接続したよとか、いろいろ動くんですけど、通知に合わせて。iPad には、そういった画像とかもね、サムネとかもそんな感じかもしれないですけど、多分ないだろうと思います。そもそもおそらくいらないと思いますね。ダイナミックアイランドのその案みたいなのがね、没案みたいなのが出てましたね。右側からこう出してるとか、通知を出すとか、上側をこう、全体的に黒くして、完全にこれなんかギャラクシーみたいな感じになっちゃってますけど、ダイナミックアイランドをこう必要に応じて出すっていうね、案がいろいろあったみたいです。iPhone のそもそもプロトタイプみたいな感じですね。今のね、点のところが動く形がベストなんじゃないかっていうことでなったんだと思うんですけども、やっぱり iPad そもそもノッチないですからないから変な点あるの結構邪魔だと思うんだよね。思うので、皆さんどうですかね、ダイナミックアイランドいりますか iPad に。個人的にはいらないかなと思うんですけど、必要ない。そもそもノッチがないからっていうところなんで、どうですか、ぜひね、コメントいただければと思います。どうですかはい。本体、寸法とかもね、CAD 画像とかも出てきてましたね、最近ね。本体は薄くなるって言われてます。そもそも 5.9mm 寸法なので薄いんですけど、さらに、薄くなるんじゃないかと言われておりまして、11インチがさっき言ったように 5.9mm かな。高さと、横幅とかに関してはほぼ同じです。微妙に違うんですけど、11インチに関しては 5.1mm になるんじゃないかと。だいたい 5mm ぐらい。5mm は相当薄いですよ。耐久性が大丈夫かなっていうところはあるんですけども、12.9 インチに関しては 6.4mmなんですけど、今、ミニ LED 入ってる分少しね、厚みがあったのが、どうやら、この寸法だと 5mm になってます。これは薄いですよ。今だいたい iPhone が 7.8mm とか、8mm 前後ですかね。iPod Nano とかより薄いんで、かなりこれは薄い。耐久性に関してはね、15インチの MacBook Air とかも、薄くてね、でかいのってやっぱりなかなか耐久性を持ちつつ薄くするのって難しい難しいっていうのは動画で言ってたので、そこら辺をうまくやってくれることを期待してます。その分バッテリー持ちがね、なのかっていうところはあるんですけども、薄くして同じバッテリー時間っていう感じで出してくんじゃないかなって思いますけどね。やっぱ M3 チップですね。搭載は来るかと思います。最新の前モデルよりはもちろん性能は高くなるとは思うんですけども、M2 と比べてそこまで大きな変化はないと思います。今、最新のね、MacBook Pro とかですね、iMac にはね、搭載されたんですけども、M3 チップ自体は TSMC っていうね、台湾の会社が作ってるんですけど、そこで製造されたですね、A17 Pro チップを、おそらくベースにするんじゃないかと言われてます。今なんで iPhone15 Pro に載ってるチップになりますね。M2 のベースが A15 Bionic チップなので、少し前のやつなんですよね。ここら辺のね、改善というか、あるかな。ただ発熱の問題がね、あったので、どうなのかなっていうところあるんですけど、特にやっぱその GPU 性能っていうのは、ハードウェアアクセラレートだったかな。使ってない時は、うまくこう、使ってない分を減らして、使ってる時こう、全部全振りみたいな、ざっくり言うとゲームの体験が、なかなかいいんじゃないかっていうことで、15 Pro とかもね、ゲーム、実
際出てますし、バイオハザード、ストランディングとか、いわゆるコンソールゲームっていうものがスマホでも今できるようになってます。 iPhone とか Mac でね、普通のゲーム機でやるゲームが iPad Pro はやっぱりその、有機 EL になるし、グラフィックスだったり単純にやっぱ画面が大きいので、スピーカーもね、4つついてるんですよね、 iPad の場合って。なのですごい臨場感っていうか、そこら辺はね期待したいかなと思ってます。四隅にこう4つ4スピーカーついてるんで、普通の iPad はこう横向きとかねなってるんですけども、そこら辺もね期待してますけど、であとカメラで、あともう一つね新機能としてはこの横向きのカメラですね。ランドスケープと言われるんですが、iOS の 17.4 のベータ版の方でランドスケープ、横向きのカメラ搭載の、それを示唆するようなものがあったということになります。Face ID 搭載のその横に、カメラがつくと思うんですけど、 iPad ね10世代には搭載されてるんですけど、 iPad のカメラって縦向きにした時に上についてるんで、iPhone みたいな感じでついてるんですけど、あれ横向き、ただ実際やっぱり会議する時とかって横向きでやることが多いじゃないですか。縦で持ってこうあんまやることないと思うんで、やっぱ目線がね変になっちゃうんですよね。やっぱカメラが横側にあるんで、どうしてもなんかこんな感じになっちゃうんですけど、水平横側に取り付ける方がいい、取り付けられるんじゃないかっていう感じになります。なんで今 iPad のこの10世代だけねモデルにはこの横向きのセンターフレームとか入ったものがあるので、こうなるんじゃないかなと思います。これはやっぱ自然な向きでビデオ会議とかできるんで、会話とかねフェイスタイムとか、これは来そうな気がしてます。であとはマグセーフ充電搭載ですかね。このワイヤレス充電がどうなるかわかんないんですけど、ここもどういう感じの仕様にしてくるのかでね、結構今後は見えそうなので、背面をですねガラスにすることによってワイヤレス充電対応ですね、やっぱ電気を通してくれるので、iPhone とかなんで背面がガラスになってます。なんで割れやすいとかね、そこら辺の問題はあるんですけども、そうなんですよ。なんでガラスにするとその耐久性の部分と重くなります、やっぱどうしても。なんで iPhone だとまだいいんですけど、 iPad 全部ガラスにしちゃうとすっごい重くなると思うんで、なので、後ろのその Apple ロゴのとこだけ、ガラスにして、そこにこうマグセーフ充電みたいな感じでカチッとね磁石でこうくっつけるみたいな、このイメージでやるのかなという案ですかね。ただやっぱケーブルのこととかね考えるとビローンって伸びちゃうんで、こう邪魔なんじゃないかなって思ったりしますけどね。ただ利便性はすごいありそう。ワイヤレス充電タブレットで対応してくるのはありがたいですよね。それか今言われてるその MacBook みたいにコネクタですね、端子でこうカチッと磁石でチッとくっつけるタイプになるのかなとかも言われております。独自でまたこう端子をつけられたら、それはそれで面倒な気がするんで、iPad にしか使えないっていうとは厳しいかなって思うんで、マグセーフ充電か、それはコネクタ的なものになるのかなか、もうほんと搭載特に何もされないかみたいなところですかね。セーフ充電の方が確率は高そうな気がしますけどね。 iPhone とかの互換性そうなので、ここら辺もぜひねどうなってほしいですか、コメントお待ちしております。ワイヤレス充電ね iPad対応してほしいですけど、このアクセサリー類に関してはやっぱマジックキーボードと、Apple Pencil そろそろですね、これもずっと同じ型ね、同じものを使ってるので来るんじゃないかと言われております。マジックキーボード今のモデルだとやっぱ少しラバーっぽいというか、高級感がどっちかっていうとあるかって言われるとないんで、もう少し軽くなってくれるといいとは思うんですけども、なのでそこにいてもうちょっとその Mac みたいな感じで Macの操作感に近づくんじゃないかなと思います。このトラックパッドをですね、この操作する広さ、トラックパッドの大きさがもう少し大きくなるんじゃないかとかだったりですね、ケース自体がマジックキーボード自体がアルミ素材になってより本当にこう MacBook みたいにつけるとになるんじゃないかとか言われてます。このアルミ素材のねやつだとこういったもなんか実際に Amazon とかで探してみたらあったんですけど、イメージ的にはどうだろうね、こんな感じ、もう少しかっこよくはなると思うんですけど、実際あるのはこのキーボードを本当にこう iPad にガチってくっつけて、本当これ見た目 Mac ですよね11インチの MacBook みたいな感じで使えたらすごいいいですけどね。特にやっぱり11インチのね用のマジックキーボードとかトラックパッド結構ちっちゃいんですよね。なんでここは少し改善してほしいかなと思います。キーボードとかもねなんか打ちやすくね改善してほしいですけどねなんでその分どうだろうね、価格も5万円ぐらいになるかもわかんないけど、今4万円前後で売られてたりはするので、ここら辺がちょっと怖いですけどね、円安があるので。あとApple Pencil 3に関してもアップデートがそろそろ来るんじゃないかと言われておりまして、探す機能はね使えるようになるんじゃないかと言われてます。 iOS17.4 の中のファイルから探すアプリと連動するっていう風な手がかりが出てます。でエアタグみたいな感じで正確にこう位置をねこう iPhone でこう例えば持っていくとこう見えるみたいな、ダイキングの、iPhone じゃないApple Pencil じゃないけど iPhone 11以降ね、だいたいエアタグ対応してるんで、それぐらいは使えるんじゃないかな。正確な位置情報っていうのが見れるので、これエアタグすごいいいですね。あとはこの Apple Pencil のペン先が、磁石でこうカチッてこう簡単に変えれるようになるんじゃないか
かとか言われております。ペン先結構変えると全然書き心地が変わったりするので、細くしたりとか太くしたりとか絵を描いたりねする方はすごい便利なんじゃないかなと思いますけどね。そういったコンセプトみたいなのが出てきてます。磁気チップ。ここに関してはどうなのかなっていう感じはするけど、まあ前々から言われてるのはこのカラーサンプリング機能っていうのがあって、もう本当これ SF 映画みたいな感じなんですけど、いわゆる実際のものに、例えばリンゴとかにペンをカッてやると、そのリンゴの色が実際取れると。でこれ iPad にポンってやるとその同じ色とかが取れるんじゃないかっていう機能なんですけど、全然夢物語とかじゃなくて、実際にパテントリーアップルってところでね、アップルの特許を全部こう載せてる変態サイトがあるんですけど、実際そういったカラーサンプリングみたいな特許ね取ってるんですよ。翻訳して書いてはあるんですけども、難しいです。何書いてるか正直よくわかんない。カラーセンサーにはそれぞれ異なるカラーチャンネルの光を測定する複数の光検出器を備えたカラーセンシング光検出色検知測定、ざっくり言うとおそらくなんですけど、その光ですね、光の検出することで、光の当たり方によって多分色ってね出てると思うんで、角度とか光の検出で、色を判定するというか、それをワイヤレスで飛ばせるっていうような感じです。ざっくり電子デバイス間でワイヤレスで飛ばせるよっていう特許にはなってます。こういうの面白いですけどね、地味にこの色を描いてみようかみたいな、ポンみたいなでできたりするんで、そんな感じの特許もあるので、特許取ったからってねこの機能が乗るとは限らないんで、結構とりあえず特許取っとけみたいな感じなんで、取られる前に。どうでしょう、マジックキーボード Apple Pencil どんな感じになると思いますか？ぜひね、こんな機能欲しいよあればコメントいただければと思います。気になる発売時期なんですけども、今のところ日程については3月の後半とかが言われております。マーク・ガーマン記者ね、ブルームバーグによるとっていう感じなんですけど、アップルの発表がやっぱ火曜日が多いんですよね。今の暦的には3月19日か26日あたりですかね。でたまにやっぱ3月少し前倒しやるときあるんで、3月12とかも確率的にはなんで19、26あたりが怪しいんじゃないかと思ってます。大体その週の金曜日ですね、発売とかが多いので、予約なのか、iPad の場合はおそらく発表されてすぐ予約できるんじゃないかと思うんですけども、金曜日とかにその発表された週の金曜に発売とかなんじゃないかなと思いますけど、最近のそのニュースレターとかでは iPad Pro 13インチ iPad Pro と13インチ MacBook Air がすでに生産されてるねような報道というかねありましたね。近づいてることは確かだと思います。10月発表会あってから今ずっと音沙汰ないんで、 Apple で、あとヒントとしては新学期キャンペーンっていうのがね今学生向けにやられてるんですけども、今お得なんでぜひねこれ教えてあげてください。もし学生の方周りにいたら。これが4月10日までなんですよね。そのキャンペーン内で大体発表されて発売されることが多いんですよ、今までの傾向的には。なので大体やっぱ3月後半に発表して発売でおそらく10日間ぐらいはあるので、その間に何かしらあるのが結構リアルかなって思ってます、個人的には。なんで皆さんはねいつ頃どうですか、発売されると思いますか？ iPad Pro 他の製品も含めてね、以前の動画でそれ話してますんで、ぜひコメントいただければと思います。さあ気になるお値段ですよ。どうなるのと。今円安ですし、150円からなかなか動かんというね。今の価格としてはですね、11インチの iPad Pro が124,800円から、128GB ね、どっちも。で、12.9 インチが172,800円から、Wi-Fi モデルね。セルラーモデルがプラス2万円ぐらいのイメージになります。セルラーは、通信ができるね。iPhone みたいにどこでもネット環境使えるようになるっていう感じなんですけど、12.9 インチ17万もすんだね。Mac より高い。Mac とね、値段がほぼ変わんないっていうね iPad Pro。ストレージがで大体ですね128、倍になると大体2万円ぐらいかな、1万6,000円ぐらいプラスになって、これ11インチなんですけど、プラス3万円で256から512になるとプラス3万ぐらいで、1テラにするともう23万はい、2テラが30万だけど、なんか4テラのモデルも登場するんじゃないかとか言われてますけど、もう分かんないけど、そんないるって思うけど、今予想としては言われてるのは大体ね160ドルぐらいアップするんじゃないかっていう報道がありました。有機 EL も入ってデザインも変わってってなると、おそらく価格アップは否めない、多分上がると思うんですけど、一時期はなんかね1500ドルからとか言われてたんですけど、それはさすがにないんじゃないかなと思います。大体そうなると約22万円ぐらいから、なんだそれはって感じなんで、誰が買うのって
ちょっと思っちゃうんで正直ね、まあ買う人は買うと思うんですけど、まあなんでいくらなんだっていうところだと、それ iPad Pro 11インチで、まあ、160ドルアップ、150ドルで計算してます。なんでかっていうと今799ドルなんですけど、iPad Pro って。160ドルだとなんか959ドルで変な感じになるんで、多分949ドルとかになるだろうってことで150ドルにしてます。で、大体2万3000ぐらいプラスなので、まあ14万3000ぐらい予想価格です。256が、まあさっきみたいに 1.6 万円プラスだったので、まあ15万9000円とかですかね、11インチが。で、まあ iPad Pro なんで13インチ、まあ 12.9 インチですね、今の。まあ大体18万8000円、まあほぼ20万ぐらいかな。まあ iPhone 15 Pro Max ぐらい。値段的には。256がプラス 1.6 万なんで20万4000円ぐらいになります。はい。高くね。なんで iPad Pro がだいたいですね949ドルと1249ドルの換算でいってます。で1ドル150円。いやどうすかね。高くない？少なくとも15万ぐらいにはなりそうな気はします。でこれに、例えばじゃあマジックキーボードと Apple Pencil 出ましたと、入れますと仮にマジックキーボードを4万円ペンシルをまあ2万円としても、まあ、6万ぐらいはプラスでかかるんで、まあ、7万として少なくても20万ぐらいは全部で揃えると11インチの100に、まあ、一番安いモデルでもにはなるのかなっていう気はしますね。まあ最低そのぐらいは必要かなと。いやー Mac 買うわっていうまあ Mac 買うわってなりそうなんですけどね。だろう新機能にもよるかもしれないけどどうですかね皆さん、この値段はいくらぐらいになると思いますか？どうですかね価格は買いたいですか？感じの価格にはなっておりますのでぜひコメントいただければと思います。この値段だとちょっと厳しいかな。プロビジョンプロもね、まあ、出そうなのもありますしで、まあ、他にねまた新しい情報出てきましたら更新しますので、まあ、あと iPad Air とかも出そうと思ってます。第6世代も出そうなので気になる方ぜひねこの動画良かったのもぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。こういった動画見たいって方はね、あと通知ベルを押してもらうと最新情報届きますんで、今回今 Amazon のセールとかやってるんで、ね、ぜひ、ね。で、まあ他にあと、まあ M3 の MacBook Air とか関してもお話ししてます。これもおそらく出るんじゃないかと言われてます。他なんでさっき最初言った動画の中で全部話してるので、とか他の動画でも。で、M2 MacBook Air も今、じゃあ待った方がいいのかとかについて話してますので、まあ Mac の選び方も話してます。もちろん。iPhone のアクセサリー類とかも全部ね、いっぱいあるんで、はい、チェックしてみてください。iPhone 15のね、レビューもそろそろ半年になるので、あげますんでね。ありがとうございました。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い週末お過ごしください。チャンネル登録お願いします。じゃあまたね。高い。高いよ。Mac 買えるもんな。Mac より高いよだって。どうかな。でもね、デザインによるかな。まあそんな変わんないと思うけどな。乞うご期待。